昨日、ドバイ港の沖合で炎が上がったのだ。満載のクウェート産原油タンカーがドローンで攻撃され、ブレント原油は瞬時に115ドルを突破したのだ。その煙が消えないうちに、日本のスーパーの値札が書き換えられようとしているのだ。ドバイの沖でタンカーが燃えているのに、日本のスーパーの値札が変わるんですか？その2つ、どうつながるんですか？今日はそのつながりを徹底的に追うのだ。イラン戦争が始まって5週間、ホルムズ海峡が事実上封鎖されている今、クウェートタンカーへのドローン攻撃が何を意味するのか、そして日本の食卓にいくらの請求書が届くのかを具体的な数字で見ていくのだ。まず今回何が起きたかをブルームバーグと NIT の報道で確認するのだ。3月31日早朝、ドバイ港のアンカレッジ海域に停泊していた満載のクウェート産原油タンカーがドローン攻撃を受け、船体に穴が開いて火災が発生したのだ。タンカーのオーナーは油流出の可能性があると声明を出したのだ。ドバイって UAE ですよね。イランとはペルシャ湾を挟んで向かい合ってる。そこまで攻撃が来たということは、これって相当エスカレートしてますよね。前日に何かあったんですか？そこが今回の確信なのだ。攻撃の前日、3月30日にトランプ大統領が強烈な脅しをかけたのだ。CNBC の報道によると、ホルムズ海峡が閉鎖されたままでは兵防衛がなければ、イランの発電所、油田、そしてハルク島を破壊する、と宣言したのだ。ハルク島というのは、イランの原油輸出の 90% を担う最重要拠点なのだ。つまりトランプが、お前の稼ぎ頭を潰す、と宣告した翌日に、イランがドバイ沖のタンカーを攻撃した構図なのだ。これは、俺だって攻撃できるぞ、というイランの反撃メッセージなのだ。市場はこの連鎖を瞬時に読み取り、ブレント原油は 2% 急騰して 115.17 ドル、WTI も 2.8% 上がって 105.8 ドルになったのだ。でも、そもそもなぜホルムズ海峡がこんなに重要なんですか？全部そこを通らないといけないわけじゃないですよね。ホルムズ海峡はかつて世界の海上原油輸送量の5分の1が通過していたのだ。幅が最も狭い部分でわずか33キロ、東京から横浜くらいの距離しかないのだ。イランはその片側の岸を全て掌握しているのだ。CNBC によると、イスラエルが2月28日にイラン攻撃を開始して以降、この海峡の船舶通行はほぼ完全に止まっているのだ。わかりやすく言うと、ホルムズ海峡は地球上で最もコストの高い、一本道の踏切、なのだ。踏切が閉まっている時に、その手前で火事まで起きた。通れるわけがないのだ。なるほど。踏切ですか。じゃあ、その踏切が閉まって5週間経って原油が115ドルまで上がったのに、なんでもっと前に止まらなかったんですか？最初から影響は出ていたはずですよね。隔た、なといなのだ。実は世界の石油輸入国は戦略備蓄を持っているのだ。日本の場合、国が150日分、民間も合わせると180日以上の原油備蓄があるのだ。ただしそれは、使えない壁の中の貯金に近くて、市場への供給は細っていく一方なのだ。5週間かけて、その備蓄の余裕がつき始めているのが今の状況なのだ。ここで2つのメディアの報道姿勢の違いを見てほしいのだ。フィナンシャルタイムズは日本と韓国の株式市場の急落を先に報じた。一方、ブルームバーグはドバイ港の物理的な被害と原油価格への直撃を詳細に分析したのだ。FT が市場心理の崩壊を、ブルームバーグが石油供給の物理的遮断を、それぞれ重視している点が興味深いのだ。面白いですね。FT は投資家が怖くなった側面、ブルームバーグは物が実際に届かなくなる側面を見ているわけですか。私はむしろブルームバーグの視点の方が実態に近いと思うんですよね。市場心理は戻ることもあるけど、物理的な供給不足は短期間では解決しないじゃないですか。その通りなのだ。そして、なぜ原油が上がり続けるのかの構造的な3段階があるのだ。第1段階、ホルムズ海峡が封鎖されペルシャ湾からの原油が来ない。第2段階、代替ルートのスエズ運河周りは風刺波の影響で使えない。第3段階、アフリカ南端の希望峰経由だと輸送コストが2倍以上になりタンカーが足りなくなる。この3つが同時に起きているのだ。でも実は、この三重のつまりが日本の食費に直撃する経路は原油そのものではないのだ。ここで一度確認するのだ。今日の確信は、ドローン攻撃、原油115ドル、日本の食卓の連鎖だ。ホルムズ海峡封鎖5週間、トランプの脅し、ドバイのタンカー炎上、原油115ドル、ここまで来たのだ。次は、なぜこれが食費に直撃するのかの隠れたメカニズムを見るのだ。原油が上がると真っ先に直撃するのは、輸送費ではなく、農業コストなのだ。農業は費用、農薬、農業機械の燃料、その全てが石油製品と直結しているのだ。日本が輸入する小麦、大豆、トウモロコシの生産国であるアメリカやオーストラリアでは農業コストが原油連動で跳ね上がっているのだ。
原油が上がると農業コストが上がって、輸入食品が高くなるということですね。具体的にどのくらいの金額になるんですか？私、最近スーパーで食パンの値段が気になっていて。じゃあ食パンで計算するのだ。日本の小麦の 60% はアメリカ産で、輸入小麦価格は政府の売り渡し価格で管理されているのだ。2022年のロシア・ウクライナ戦争で原油と小麦が同時高騰した時、食パン1斤が約30円値上がりした実績があるのだ。今回は原油の上昇幅がその時より大きく、加えて円安が重なっている。単純試算で食パン1斤あたり40、50円の追加値上げ圧力がかかっているのだ。さらに見落とされがちなのが外食費、への波及なのだ。ラーメン1杯を作るとき、スープの鶏ガラも輸入飼料で育ち、小麦粉の麺も輸入小麦で、店舗の光熱費も電気代も上がっているのだ。2022年に大手チェーンが一斉値上げしたのと同じ構造がまた起きているのだ。外食する家庭なら月の食費が3000、5000円単位で増えうるのだ。月5000円って、年間にすると6万円ですよね。ただでさえ給料が上がらないのに、あと韓国の話も気になっていて、コスピが 4% も下がってウォンが2009年来の最安値って、日本にも同じことが起きうるんじゃないですか？そこは日本と韓国で構造が異なるのだ。韓国は輸出の 20% が中東向けで、現地での建設、エンジニアリング契約も多い。中東情勢の悪化は韓国経済への直接打撃なのだ。一方日本は中東向け輸出は少ないが、エネルギーを全量輸入に依存するという弱点がある。韓国は輸出減収、日本は輸入コスト増大。どちらも苦しいが、痛む場所が違うのだ。ちょっと待ってください。FRB 議長のパウエルが、インフレは抑制できる。利上げは不要。と言ったって記事にありましたよね。市場は過剰反応してるんじゃないですか？原油が上がっても中央銀行が、大丈夫。と言ってんなら、落ち着くんじゃないかという気がするんですが。それが僕の一番の関心事なのだ。パウエルの、大丈夫は、過去の通常のエネルギー価格上昇が前提なのだ。でも今回は、供給ルートの物理的遮断、という、金融政策では解決できない問題なのだ。FRB が利上げしなくても原油は下がらない。むしろ利上げしないことで投機マネーが原油市場に流れ込み、さらに価格が上がるという逆説があるのだ。僕の正直な見立てでは、パウエルの楽観は少し甘いと思うのだ。冒頭でドバイの炎と日本の値札がつながると言ったのだ。その答えがここなのだ。タンカーが燃えた。原油115ドル。輸送コスト増。農業コスト増。小麦、大豆、トウモロコシの輸入価格上昇。食パンが50円高くなる。ラーメンが100円高くなる。これが3000キロ離れた海の火事があなたの夕食の値段を変える経路なのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。115なのだ。ブレント原油115ドルは2022年のロシア・ウクライナ危機後の最高値に並ぶ水準なのだ。あの時は6ヶ月で原油が落ち着いた。でも今回は違うのだ。あの時と決定的に違うのは物理的な海峡封鎖があることなのだ。ルーティングそのものが壊れているのだ。シナリオを2つ提示するのだ。シナリオ A は1ヶ月以内に外交合意。この場合、ホルムズが再開し原油は80、90ドルに戻る可能性があるのだ。シナリオ B は膠着状態の長期化。備蓄が90日を切る夏頃に原油130、140ドルを突破し、日本の食費はさらに月7000、1万円レベルで跳ね上がるのだ。今のトランプとイランの動きを見る限り、僕は B の確率が高いと思っているのだ。上がるか落ち着くかコメントで教えてほしいのだ。今日のまとめなのだ。ドバイ沖のタンカー攻撃でブレント原油が115ドルを突破した。ホルムズ海峡封鎖5週間、三重の輸送ルート詰まり、そして農業コストを経由して日本の食卓への圧力が確実に高まっているのだ。シナリオ A か B か。イラン戦争の続報は次の動画でも追うのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると僕のずんだになるのだ。また会おう。